大丈夫？こんばんは。姉さんこんばんは。ダバルさんこんばんは。待って、こんばんはです。なんかパソコンがおかしいのか何がおかしいのかよく分かってません。昨日は一気に落ちました。全部が停電でパソコンの電池がバッテリーがないのでヒューンって言ってなんかシュッと落ちてしまってそれからしばらく電気なしでしたね。もうちょっと困ってます。今日もなんかパソコン調子悪いのか今一回立ち上げたんですけど一回配信になったはずなんですけど勝手に切られました。それでもう一度つなぎ直しましたね。何がどうなってるのかよくわかんないんですけど何がどうなってるのか全くわからない状態でちょっとやってるんですけど、ちょっと待ってね、コメントがこっちにすると見れないんだよな。少々すいません。ナバルさんしっかりしろや。すいません、申し訳ないですね。しっかりしたいんですけどなんか勝手にね昨日もひどい状態でひどい状態でお送りしちゃったみたいで全然気づきませんな気づかなかったです。ちょっとショックが大きくて自分でやっちゃったことなんだけどちょっとショックが大きかったですね。本当にすいませんでした。ナバルさんが快眠できないでしょうね。そうですよね。快眠しましたかね。快眠していただけましたでしょうかね。静かに昨日は終わったっていうことですよね。全然気づかなくて誰も言ってくんなかったと思うんですよ。誰もおとなしって今日入ってますよねこれ。昨日ねマイク必ず入れたはずなんですよ。ナバルさんおとなし配信音楽は流れてましたよね。音楽だけの配信とあと字幕のみの配信になっちゃったっていう感じになってましたね。全然気づかなくて本当に申し訳ないですね。ナバルさん、寝れましたかね。もう全然気づかなかった。本当に申し訳なく思っております。もうねコメントに入れてくれればいいのに私の LINE に後で先に言ってくれればもうね気づけたのに誰も言ってくんなかったから誰もほんとね全然お姉さんどうしました？お姉さんの先がないな。何これ映像大丈夫だよね。とりあ
えっと姉さん何かな。グアムになってます。グアムになってる。今日の題名グアムに配備されたあれ。グアムに配備されたんですよ。そう、グアムに配備されたあれなんで、グアムにと書いてあるんだけど、あ、いいんだよね。サイパンナウグアムに配備されたあれですね。そのことかな。違う。そのことでなくて違うことかな。そのことじゃなくてかな。他のことかな。違うかな。うねさん、違いますか。点がないで、え、点がちょっとやばい。全然気づかなかったです。本当だ。いや全然気づかなかった。すいません。これ直せるのかな。今直してみようかな。押すとまた切れたりするかな。ちょっと待ってくださいね。直してみますね。これで編集か。タイトルの編集でいいのかな。これでちょっとここに線があるから見えないんだよな。線があってね、ちょうど見えないところなんですけど、なんでグアムになってんだろう。ちょっと全然気づかなかったです。これで治ったかな。これで OK かな。治ったと思われます。グアムに配備されたあれ、よし、治ってます。グアムえちょっと点がないですって。ちょっとごめんなさい。また間違えちゃった。こっちか OBS。 ああ全然分かんなかったです。気づいて中丸さん、気づいてまあ気づいて変気難しいじゃんか。気づいて変かったんかいな。まあな、そん誰でもあるわ。次は気ぃつけてや。でもノン配信も一回試してみる価値あるで。難しいって、このわざとだよねっていうね。全然わざとじゃない。すいません。クアムになってましたね。全然気づかなかった。ありがとうございますねさん。本当に気づかなかった。すいません。ちょっと待ってくださいね。いやもう全然気づかなくて本当申し訳ないです。全くクアムになってるなんて。あれでなんだこれ。ちょっと待って、どういうこと。違う。
ちょっと待ってくださいね。全然本当に気づいて昨日のことももちろん気づいてなくてクアムも全く気づいてませんでしたね。本当にすいません。お手数かけます。皆さんありがとうございます。本当に誰が突っ込むか試したんだよね。試してない。本当に全然知らないまま1時間半ぐらいは続いてたのかな。2時間ぐらいかな。2時間ぐらいかな。1時間半ぐらいかな、続いていて、で神様のあれなのかね、神様がいい加減にしろって言って切ったのかっていう感じですよね。と思って切れちゃって、でなおかつ昨日の編集のビデオが入ってたんですけど、それもちょっと最後の方のところが今日流しますけど、後で今日も台本通り昨日のねやつを今日流したいと思うんだけどもうね本当にねショックでしたよね。もうちゃんと喋ってたんですよ。ちゃんと字幕流れてたでしょ。ちゃんと喋ってたんですけど、だから自分では全然聞いてないから、聞けるものがないから、誰もコメントくれないしなとは思ってたんですけど、なんかみんな結構無関心だなって。サイパンのビザなんかあんまりみんな無関心だよねなんて思いながら本当それもねちょっとねちょっと恥ずかしいですね。本当にね全然分かんなかったですクアム、なんでグアムなのにクアムって入れたんだろう。それもちょっと分かんなかったですね。ちょっと待ってください。ちょっとだけメールが来ちゃったんで、ちょっとだけすいません。少々お待ちください。だな本当にあれちょっとあった。ちょっとお待ちくださいね。こちらの商品はございます。あれちょっと待ってね。どこよ。どこに開けばいいんだろう。これだ。少々だけお待ちください。してコピーしてちょっと待ってね。
OK、 お待たせしました。本日も台本通り、台本ね、基本的に台本がないので、本当に昨日はね、すいませんでした。本当に全然ね、そんなことだとは思ってなくて、勝手に喋って勝手に途中でバシッと切れて、そのまま終了になってしまいまして、本当にご迷惑かけました。すいませんでした。本当に申し訳ない。いやね、今日はね、グアム、そう、題名にもあるグアムにはなんかアナウンス、警報のアナウンスがついてるらしいのね。街にサイレン、危ないですよとか、地震や台風とか、そういう戦争とかの緊急事態が起きた時のサイレンがついてるんだって。警報テストが今度あるらしいんだけど、そういうののアナウンスがちゃんとされてるんだけど、日本だと田舎の方がこういうなんか毎日6時とか朝昼夜だっけ、昼と夜とかにチャイム鳴ったり、なんか警報とかのシステムが流れたりするじゃない。そういうのがサイパンにはないんですよね。田舎の方がなんかそういうのありがちだと思うんですけど、なんかすごい雨降ってきた。今日も暑いと思ってたんですけど、なんか今ザーって音がするくらいの雨が降ってきました。日本大丈夫なのかな。台風2号の影響で雨降ってないのかな。グアムにはそんで緊急警報システムっていうのがあるんですよね。でもう一つ、グアムにはサードミサイルの防衛システムもあるし、イスラエルのなんだっけ、あれアイアンドームとはまた違うんですけど、今ねバシバシイランにやられててっていうのを報復されてるのか、イランのね、近距離のミサイルを落とすのがアイアンドームで、グアムに配置されてるのは長距離ミサイルを迎撃する、なんだっけ、パトリオットっていうんだっけ。それが配置されてて、サードっていうのがあるんだけど、サイパンは何もないわけでね。で今回グアムにはどこの空港って言ったっけな、アメリカ本土からね、複数のって書いてあった新聞もあるし、2機って書いてあった新聞もあるんだけど、2機でも複数だけどね、複数のステルス爆撃機がグアムに配備されたらしいんですよ、今日のね4時20分頃、夕方の4時20分頃だよね。ものすごいね、あれは絶対戦闘機の音だと思うんだけど、すごい音してましたね。ザーって、やばいと思って外に出て確認したんですけど、またソニックバームとか起きたら嫌だなと思って、すごい音だった。音がある時には結構遠くにいたりする時の方が多いんですけど、今日の音は結構だったんで外に出てみたけど、今日雲だらけで、雲がもくもくしてて全然見えなくて、そのス
ステルスだかなんだか分かんないけど戦闘機は通ってたのは絶対だと思う。あの音はちょっとねビビりました。またかと思ったもんね。またら天井落ちちゃったらもう直せないとか思って、で、昨日もねイラクだ。イラクがイランにイランのイラクがイラクがイランの米軍施設を撃ったんだけど、誰もね怪我人は出たけど死者は出なかったみたいなこと書いてあって、そういうせいなのかドル円も148円ぐらいまで昨日の夜ガンガン上がってたのに、今日もう144円ぐらい、昨日4円ぐらい上がって今日4円ぐらい下がってきてんのかな。今はどうだかちょっと分かんないけど、なんかねこれがこのステルスがどういうために配備されたのか、演習のためなのか、練習をサイパンの北の方でするために来たのか、どっちなのか。アメリカはねイランの核施設、アメリカがしたわけじゃないけど、イスラエルが核施設を攻撃してイランも報復して、で昨日の夜かな、停戦 しましょうとかって言ってトランプさんが言ったんだけど、全然されてないよね。今日もイラクがボンってまたやったから、全然停戦命令っていうかそういう停戦交渉には全然乗っかってきてないんだけど、そのために配備されたのか。でもこっからイランイラクのあたりまでステルスが行くのに8時間かなんかかかるらしいの。どっかに書いてあって8時間ぐらいかかるらしいの。1日で終わるっちゃ終わることなんだろうけど8時間もかけてやるのかなっていうのもあるし、ちょっとそこしかないのかなとも思うし、ちょっと不思議なんだけど、ここが拠点になってたらちょっと怖いよねっていう話よね。ここが拠点なのってどうなんだろうってちょっと思ってますね。なんか来た。ここが拠点っていうかなんつうの、こっからアメリカから飛んでくるよりは早いと思うけど、この辺からも行く用意をしてるのかなっていうのがちょっとね嫌な感じだなとは思ってますね。ちょっと待ってください、水飲みます。すいません。サイパンというかグアムあたりにそういう基地になるんじゃちょっと怖いかななんて。まだねグアムはそうやって守られてるけど、サイパンは守られてないっていうのがあるから、
その辺がちょっと怖いところかなって思いますね。でね、そうそうちょっと待ってね、これでこっちがこっちです。今流すねビデオをね、昨日も流し始めてたんだけど、その途中でバシッと切れてしまったんで、ちょっとすいませんでしたね。そんでなおかつ昨日の、もしうねさん見たかな、昨日のあの状態のビデオ、本当の最後の方10分とか20分ぐらいかな、多分もう切っちゃったけど、消しちゃったけどもう恥ずかしくて消しましたけど、声がずっと入ってて、撮影してた声がずっと入ってて回ってて、ちょっと恥ずかしくて切っちゃったんですけど、うねさん見ました？見てないかな。ストーリーさんこんばんは。お初ですか？何のアイコンだろう。見えない。今はいじれないけど、ストーリーさんこんばんは、はじめましてかな。ランチタイム。ちょっと待ってくださいね。昨日は20時から寝てました。8時から寝てたの？そんな早く寝ることがあるの？なんか今日ゴルフだったとか。ゴルフやんないよね。ゴルフやんないんですよね。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。コピーじゃない。ちょっと待ってください。少々お待ちください。ちょっと待ってね。ちょっとメールが来たんで。少々お待ちください。午前お昼に待ち合わせさせてくださいって言われても、ちょっとお昼とかね起きれないからねっていうメールを今送りましたね。今は仕事が繁忙期なんです繁忙期ぐらい一応緩めるよ。そうなんだ。ちょっと待ってください。少々お待ちください。メールがまた来ちゃった。
お昼じゃない、なんてかなんて書こうとしたんだっけ。午後。Where you located 来たる昼なんですけど、配信つながってんだやばいやばい、ちょっと待って、少々お待ちください。ちょっと待ってね。午後2時以降、よろしくお願いいたしますと。これでいいかな。ちょっと待ってね。メールが。見て。Thank you と。Thank you と。I just message you if I'm available to pick up work time and I get off いいじゃん4。すいません、お待たせしました繁忙期や読めます。でもありがとうございます繁忙期ね、また来た。ちょっと待ってください。 OK, I just message pick up. OK, thank you very much と。すいません、ちょっとメールをしちゃいましたね仕事忙しいんだ今。台風っていうか雨大丈夫ですか？雨。台風だよね。台風2号、今どこにいるんだろう。上陸はしないとかって書いてあったけど、台風とかね、そういう天候悪いと仕事になんないとか結構あるでしょ。これ台風かな、違うな。台風はどこ？ OK Google、 台風2号はどこにいるの？現在の情報、2025年6月24日18時現在によると、八丈島の南、八丈島の南約 330km にあって北西へ毎時15kmで進んでいます。八丈島の南にいるんじゃ、雲とか結構かかってて大丈夫なんだ。雨大丈夫なの。雨降ってるんじゃないかと思ったけど大丈夫なんだ。八丈島の南あたりにいるんじゃ、だって結構ね、東京とかに雨降りそうだけど、どうなんだろう。ちょっと天気図を見てみようかな。でも今さっきの雨の時もすごいビューンって風がなんか落ちた。なんかね、なんだっけ、熱帯の時の風のような音が久しぶりにさっき聞いたけど、ただの雨風だったみたいなんだけどね。
雨風でよかったわ。台風は勘弁してほしい。あれない。天気図が出るやつがなくなっちゃった。あれ天気図が出るやつがね、携帯に入ってたんだけど、この間携帯をちょっとクリーニングした時に消しちゃったかな。パソコンはね今いじれないから、今いじっちゃうとやばいことになるから、上さんビューンってね、これね、だからステルスどこに行くのかなって、このサイパンのあたりで、サイパンの北の方で練習のために来たのかどうなのかなって。グアムに行ったらこのステルスってなんか50メーターぐらいあるんだって。昔ね、1900年代900多分97、98、99のどれかあたりでグアムでステルスがひっくり返っちゃったんだよね。ひっくり返っちゃって大事故になって、ステルスがなんか20億円とかって言ってたの。そんな記憶がある。ひっくり返っちゃって、あららら、もう空港閉鎖になったんだよね、確かステルスで。書いてないからステルス。 OK Google。 97年98年くらいにグアムでステルスがひっくり返っちゃった事件知ってる？なんか点滅しちゃって分かんないみたいだな。1997年から1998年頃にグアムでステルスがひっくり返ったという事件についてお探しとのことですが、その時期にステルス機 B ハイダス2ステルス爆撃機などの大きな事故は確認できませんでした。確認できない。その時期にグアムで発生した大きな航空事故として1997年8月6日の大韓航空801便墜落事故が挙げられます。大韓これはス航テルス機ではなく民間航空機ボーイング747の事故ですが、グアム国際空港への着陸侵入中に秘密を。大韓航空もそうだったね。降りるところを間違えちゃったんだよね、あれね。確かこういう降りるラインが見えなかったとかなんとかで落っこっちゃったんだよね。ステルスを落ちたのいつだったっけな、グアムで。20年前、もっとだよね、もっと前だよね、もっと前だよね。ひっくり返っちゃったんだか倒れちゃったんだか。なんで乗ってないんだろう。 Google じゃ探せないんだな、多分。 Google って意外とね、事件とかのことね、昔のことだと分かんないことが多かったりするんだよね、 Google は。他のね AI の方が探してくれることのが多いんだよね。ちょっと待って、ステルスひっくり返っちゃった事件97年ぐらいだと思ったけどな。大韓航空の後だったかな。なんか立て続けにあったような気がするんだよね、あの時期に。これに聞いてみよう。ステルスがグアムで事故になったのはいつだっけ？
2008年だって。最近でもないか。97年は生まれてないです。また97年ってみんな生まれてない人もいっぱいいるよね。今25年だもんね。すいません。そうだよね。2025年だもんね。最近のことじゃないんだね。もう97年とか8年とかって言っちゃうとね。大韓航空が98年だったので、ステルスはひっくり返っちゃったのは2008年でした。最近でもないけど、98年より最近でしたね。当時ね、21機しかなかったんだって、世界に、このステルスが。その時に離陸直後に機体のセンサー異常が発生して、空気速度計の誤作動により機体が予想より直角に上昇、失速、墜落したんだって。だから飛び立とうとして墜落しちゃったんだ。これね、この間変なじゃないわ、すごい可愛い車を見つけて、音消えてるよね。昨日流そうと思ったんだけど、ちょっと音流れてたら超恥ずかしいんだけど。ちょっと待って、その当時世界に21機しかなかったんだ。知らなかった。事故の瞬間は YouTube でB2 クラッシュグアムで検索すると出てくるらしい。今でも残ってるんだって。見たことない。その当時はその映像が毎日のようにニュースで流れてたけど、 YouTube では見たことなかったけど、今載ってるそうですね。2008年2月23日の出来事だったんだって。これはね、うちのお知り合いになったって言ったらいいのかな、人のお家のところのジャングルと、遅い、このビデオ遅すぎるね。これね、すごい可愛い車だと思いません？ジープなんですって。ちょっとちっちゃいのよね。本当にちっちゃいんだけどコンパクトで、これなんだろうって初め思ったので、ナンバーもついてなくて、見せてもらって、撮っていいって言ったらいいよって言われて撮ったんだけど、ちょっと遅すぎるな、この映像。一回戻すと初めからになっちゃうから、ちょっと嫌だな。ヤマハなんだって、この車。タポチョスとかバシバシどこでも行けるよね。これ政府の車なのかな、自分のなのかな、どっちなのか分かんないんだけど、ご近所さんだったのね。で、ご近所さんの車で、この日ちょうどね、いいよ見に来てって言われて、これ日本だと普通自動車免許じゃ無理だよねって。そうなの？なんかヤマハの車なんだってよねさ。なんかね、ヤマハだ原付なのかなとか思って、原付みたいなあれなのかなと思ったんだけど、ヤマハってボートとかも作ってるから、こういうのもあるのかなとも思ったんだけど、可愛い車、ちっちゃいんですよ。普通自動車の免許じゃ無理なのかなこれ。
ジープだって中はすっごいシンプルでめちゃくちゃ可愛い車。屋根屋根ないからダメかな、日本じゃ。ホロとかもついてない。なんだっけ、ロールバーみたいになってるだけ。ゴルフのカートみたいな車でこんなの見たことないなって言ったら、でもこういうののなんか記憶に頭になんかちょこっとあるって思ってたのが、ガラパンでポリスの車、小型特殊だったような。小型特殊免許じゃなきゃダメなのかな、これ。原付じゃダメだもんね普通の本当にとにかくちっちゃい軽自動車よりちっちゃい感じ、軽自動車よりコンパクトな感じで、ヤマハなんだって。でポリスカーがこんなのね、こんなかっこよくないけどガラパンで乗ってたわと思って、そういえばって思い出しましたね。ガラパンでこんなスクーターみたいな、これタイヤがちょっと違ったと思うけど、ガラパンで乗ってたのを思い出しましたね。便利そう。ちょっと小さくてちょっと便利そう。でも日本でもなんかチョロ Q みたいなのなかったっけ。わしの車のエンジンヤマハ。ヤマハのエンジンってあるんだ、車で。知らなかった。船かなんだっけ、船かなんて言ったっけ、スクーターヤマハっていっぱいあったよね。スクーターはヤマハってあった。中はね本当にシンプルな感じで、何も特にこれといったものはついていないっていう感じで、遅いゆっくりさせすぎちゃいましたね、ビデオ。ちょっと可愛い車だなって。これね、屋根とかあったら便利そう。めちゃくちゃ便利そう。サイパンだったら、こんな車があったらね、タポチョとかもシャッといけると思うんだけど、私の車じゃちょっとタポチョはもう無理だわ。怖いわ。なってたからな。乗り心地はどうなんだかちょっと分かんないけどね。屋根がヤマハとトヨタが一緒に作ってる。そうなんだ。ヤマハとトヨタが一緒に作ってて、これ屋根はオプション。これ電気自動車じゃないよね。ガソリンで動くんだよね。これ電気自動車もしかして。そんなわけないよね。聞かなかったな。電気で動くわけじゃないよね、まさかね。ヤマハとトヨタのオプションが一緒に作ってる車なんだ。ちょっと可愛いよね、これね。日本ではなかなか見ない感じだよね。屋根はじゃあオプションでつけられるってことなの。屋根くださいって言えばお金払えばっていうことなのかな。ちょっと可愛くてかっこいい車だなと思ってね。
スーパーでこの車を見かけたんですよ。そんでそこにいた車のとこにいた人に「この車ビデオ撮っていい？」って言ったら「いいよ」って言われて、ですぐそばなんだけどって言われて、うちのすぐそばなんだよって言われて、って思って、私の車をいつも見てるけど人は見たことなかったって言って、遊びにおいでって言われて行ったんですよね。ヤマハ電気やってないんじゃない？ヤマハは電気やってないんだ。そうなんだ。なんかヤマハとか電気のイメージのような気がしちゃったけど違うのね。なんかこんなちっちゃい車ほんと超便利そう。ウィンチまでついてて、ウィンチで引っ張ったらこの子がひっくり返っちゃうんじゃないかしらと思うんだけど、結構強いのかな。船とかこれで引っ張ったらこの子が海に持ってかれちゃうんじゃないかしらとか思うような小ささなんだけど、ちょっと興味津々で見てしまいましたね。エンジンどこにあるんだろうって、スクーターみたいなエンジンがついてんのかしらと思って。これね、バーベキューに今日バーベキューだからおいでって言われて寄らせてもらって、この真っ黒の個体、これは何なのかなって後でね食べさせてもらったんですけど美味しかったですね。昔食べたこと昔多分20年以上前ぐらいには食べたことがあるような。ラジエーターついてるからエンジンだねって、お姉さんはよく知ってるんだ。エンジンの前のやつシュイシュイシュイってやつだよね。網の箱みたいなやつだよね、ラジエーターって。違ったっけ？これね、パンの実なんですよ、これ。なんかね、昔食べたことあった気がするんだよね。食べた感じ。仕事柄なんだ、お姉さん。なるほど。でもお姉さんはいろんなことに精通してるからね。車の方もエンジンとかも結構詳しいんだな。これパンの実とか食べたことあります？みんな。意外とね美味しいんですよ。美味しい。なんて言ったら、何の味って言ったらいいんだろうな。なんかね、何の味って言ったらいいんだろう。脱脂麺。違う。脱脂麺だね。違う。何の味って言ったらいいんだろう。なんかそんなに味がするっていうもんじゃないんだけど、昔からガラパンとかにも昔はこのパンの実の木がいっぱいあったんだけど、最近はもうなくなっちゃって、あんまり見かけなくなった。ガラパンとかではパンの実って芋みたいなやつ、なんか芋みたいで味がなくて、そう芋みたいで味がなくて、でこうなんかつけて食べるんですよ。こっちのローカルの人たちは。でこれもお魚食
分ハギカワハギとかの一種、Google で調べたら結構これは大きい方だったのね。あとカツオとか、あとちっちゃいカワハギみたいなやつとかのフライとかいろいろ食べさせてもらいましたね。あとマンゴーとか。ここのお家の裏は全部ジャングルになってる感じなんで、そこの辺でもパンの実とかなんだっけ、マンゴーとか取れるみたいで、あとはちょっと辛いソーセージとか、あとご飯とかのバーベキューでしたね。でちょっといただいて、でね、ビールのまたビデオ撮るの、写真撮るの忘れちゃった。最近の人はみんなこのビールなんだなっていう銘柄、みんなこのマイクロビーチでも撮るの忘れちゃったから説明のしようがないんだけど、これオレンジに見えて超酸っぱいレモンでしたね。これオレンジだと思ってカプって食べてみたんだけど、サイパンの山奥で食べたブッシュ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 、ちょっとしたジャングルが、これパンの実、今のがパンの実ですね。早っもうゆっくり流れてほしいところがゆっくり流れてくれなかったな。今のがパンの実、だから美味しかったですね。なんかもう久しぶりにこう、本当にどれだけぶり、もう10年以上こういうバーベキューに10年ぐらいは行ってないな。バーベキューとかに楽勝で10年も行ってないか。ビールがブッシュ、ビールがブッシュって書いてあったかもしんない。もしかして白銀色のベースに薄いブルーの感じのビール、なんか薄くてミラーライトよりも薄い気がした。ミラーライトよりもまたさらに飲みやすい感じがしたかな。そんなにビールが得意じゃない人でも飲めるっていう感じのビール。パンの実を山奥で食べた。ブッシュ安いんだ。知らなかった。昔はだってミラーライトが安くて、ミラーライトとかが やっぱり安くて、みんなミラーライト飲んでた気がするんだけど、ブッシュなんて昔からあったのかな。昔からあるビール、皆さん。そうそう、ブッシュって書いてあった。多分 B って書いてあった気がするもん。なんだろうこれと思ったんだけど、最近だからマイクロビーチでもその種類のビールを飲んでる人が多かったから、バーベキューとかやってて、みんな最近はこれなんだって。みんな昔はね、どこ行ってもミラーライトばっかりじゃなかったです。ミラーライトかバドライト
が普通に飲まれてたビールだと思うんだけど、最近は思考がみんな変わったんだなって。みんな本当ビール飲んでた。これなんだろうって感じだったもん。ちょっとね、最近は変わったんだなって思いました。飲みやすいビールだよね。薄め。つながってないつながってないつながってないサイパンコさんってつながったって。つながった。よかった。また切れるのかと思った。これ昨日のつながったよ、お姉さんよ。ありがとうございます。もう昨日のまたこれ状態かと思った。昨日もこんな状態でバシッと切れちゃったから、もう電気がパンって切れて、でちょっとなんてやってる間に全てが落ちてしまった。バッテリーがあるわけじゃないし、インターネットが先に切れちゃうからね。ちょっと今一瞬焦った。接続されましたね。よかったです。あとね、サイパンではね、ちょっとね、やばいことが起きてるんじゃないのっていう今ねあるんですよ。新聞に載ってたんですけど、ちっちゃく載ってたの。サイパンのお水、ちょっと待って、どこだっけな。サイパンで行われた会議で共有された情報によると、島々にある井戸はアメリカ国内でも特に汚染がひどいものの一部だということが分かりましたと。でフォーエバーケミカルってやつで PFAS っていうのがめちゃくちゃ発見されちゃってて特に空港近くの井戸、基準値の1700倍以上やばい状態なんだって。でサイパンで使われてるサイパンの中にある4つの井戸がアメリカ国内でワーストに入ってるらしいのね。で水道局は少なくとも10カ所以上の井戸にグラニューラーとか活性炭フィルターを設置して PFAS が検出されないレベルまで改善された場所もあるんだけど、されてない場所の方が多いんだって。でちょっとやばいよね。2024年までこれね、2024年までにさらなる浄化設備を整備しって書いてあるの。だから2024年って去年のことだから。で最終的に2031年まで新しい連邦に沿った基準への全面適合を目指しているって書いてあるから、めちゃくちゃだからやばい状態でいたらしくて、発がん性とかのものがいっぱい入ってるらしくて、
だからサイパンでガロンとかで売られてる水はみんなこの地下水から取ってるもので、この情報は2025年6月17日付 RNZ パシフィック報道だからサイパンのあれじゃないんだよね。サイパンのマリアナ・トレビューンで報道されたわけじゃないんだね、これね。ちょっとこんなのマリアナバラエティでは全然報道されてないんだけどね。クラウンのペットボトルの水はダメとサムが言ってた。そうなの？ペットボトルでしょ？ペットボトルがダメなの？そうなんだ。なんかね、最近うちで買ってるガロンの水もやっぱちょっと臭いなっていうのがあったの。飲んだ時にちょっと臭いって感じがするっていうのがあったりしてて、アメリカの中でもトップクラスで汚れてるっていうことを言ってるんだけど、それが PFAS っていうめちゃくちゃ分解されにくい化学物質が入ってるらしくて、この PFAS は昔の消火剤とか工場の薬品に使われてたやつなんだって。昔はこれが全然平気で地面に入ってなくなると思われてたから全然 OK になってたんだけど、今めちゃくちゃやばいってことに気づいて、がんになりやすくなるのと赤ちゃんに悪い影響、子供が産めなくなったりホルモンが狂ったりするって。でどっから来たのかっていうと、一番怪しいのはこれは確定できないんだけど、空港近くの消防訓練場なんじゃないかとか、軍が使ってた消火剤なんじゃないかとかいろいろ言われてるみたい。ここで昔ねまかれてた泡が雨で地下に染み込んで水に混ざっちゃったらしいんだよね。石綿と同じだねって。石綿？石綿って何？石綿って何？石渡りは違うよ、石渡りじゃないよ。石面、ちょっと Google が動かなくなっちゃった。赤面とか読むのかな。アスベストね。アスベストね。あれ、携帯のネットがつながんないぞ。おかしい。つながった。石綿っていうのなんだ。アスベストという、本当だ。アスベストだ。優れのものだったのに体に害があるって言われてるよね。皆さんそう言われてる。なんか土壁みたいなやつだっけ。土壁みたいな感じの住宅に結構使われてたってやつだよね、確か。そんな感じで、どれくらいやばいのって、これ以上入ったらダメだよって決めた基準の1700倍も汚れてる井戸がサイパンにはあるんだって。でその井戸は一応使わないようにして、で水をきれいにするフィルターを10箇所以上にもつけたんだって。だけどいまだにダメで、
空港のそばの井戸で一番やばかったらしいんだけど、サイパンの井戸の中でアメリカ全体だよ、ワースト15位に入ってる井戸が4つもあるんだって。4つもあるんだって。途切れよ、本当。あら、やっぱネットが調子悪いのかな。インターネット調子悪しかな。サイパンのだから井戸の中でアメリカ全体でもワースト15位に入ってる井戸が4つよ。4つもあっちゃやばいでしょ。でだから飲み水屋さん、ガロンで売ってるようなところはやっぱちゃんとね、フィルターとか気をつけてるんだとは思うんだけど、もちろん水飲めないじゃないのね。だから水道から出る水はダメよね、やっぱり。一回出たら治った。よかった、うねさんありがとうございます。くるくるしてる方行ったら治るそうです。よろしくお願いしますね。サイパンの水今やばいみたいだね。いつからやばいのかわかんないけど、これまだマリアナバラエティとかには載ってない情報なんで、違う情報なんで、だから水道のお水は絶対飲んじゃダメだよね。キュッキュッとビールしか信用できないね。ビールとかペットボトルのお水、梅さんがでも言ってたペットボトルはわからないけど、お店で売ってるペットボトルは大丈夫だと思われるんで、そういうのをね、観光客の人も飲んだ方がいいよね。ホテルとかでだから水道の水とか絶対飲んじゃダメだよね。対策では汚れた井戸はストップしてるらしいんだけどね。でフィルターの設置もしてるらしいが、どうなんだろう。こんなさ、アメリカこんなに広いのにさ、4つもワースト15位の中に入っちゃってるってどんなんなんだよね。今度サムに聞いてみて、分かった、聞いてみる。お水ダメなのって聞いてみるね。ホテルのお水もだってダメよ、やっぱり。手洗ったりするとか、そういうシャワー浴びたりするのはいいけど、飲んじゃダメよ、やっぱり。どこのホテルでも。なるさんって梅さんね、なるさんってそこになるさんって言ってますよ。だから市販のボトルウォーターとかは一応ね、ろ過はされてるんだと思うんですよ。それが古くなってたりしたらやっぱやばいと思うけど、そこまでどうなってるかは実際は私たちじゃね見ることができないから。サイパンでは海水を淡水にするやつどっかで使われてるって聞いたんだけどな。どこで使われてんだろう。ハイアットかな、クラウンかな、なんかどっかでね
どっかのホテルでその海水をお水にするやつを使われてるっていうのを聞いたことあるような気がするんだけど定かじゃない。ホテルのシャワーくせえよ。あ、そうなの？そんな、そうなの？ホテルのシャワー臭いの？あら、そうなんだ。うちの水、うちの方はね、意外とね、水が水道から出る水そんな臭くないんだよね。だけどこの間ボトルで頼んだお水が飲んだら臭っていう臭って感じがしたんだよね。歯磨きすると気持ち悪くなる。わかるわかる、それわかる。ガラパンの方にはそういうところ結構小さいホテルなんかよくありがちなことが昔はあったよね。今はどうかわかんないけど。ハイアットじゃなかった。すげえ音してるとこだよね。ハイアット、そうなのかな。うねさん、ハイアットかもしれない。もしかしたら今はわかんないけど、昔のどっかで海の水をろ過して水にしてすごい高い装置なんだよね。それね、どっかでそういうのを聞いたような気がする。昔ね、海水を淡水化してっていうの、クラウンかな、ハイアットかな、どっかそういうその辺で使われてるとか聞いたような気がするよね。だからね、普通でボトルでガロンで売ってるところなんかだってみんな地下水を使ってるところの多分地下水を使ってるんだと思うから、ちょっとろ過フィルターとか汚れてたりなんかしたらちょっと大変なことになっちゃうね、これね。ラベルにRO とか UV とか記載されてるものじゃなきゃダメとかって書いてあるな。異臭や鉄っぽさがないものじゃなきゃダメって書いてあるけど飲んでからじゃねわかんないよね。ハイアットどっか落としてたっけな。今ずっと考えてたんだけど、この間もだからハイアットのマイクロビーチんとこハイアットの真横をこう歩いてたけど、別に何の音も気にならなかったけど、向こう側の方かな、クラウンホテル側の方なのかな、音がするの原因は。だけどね、こんなのなんで書かないんだろう。これたまたま見つけた小さな記事から拾って調べたんだけど、ちょっとやばいよねこれね。こんだけアメリカでっかくて、クラウンの北側泊まるとうるさいよ。クラウンホテルの北側、こっち側ってことか。こっちのエレベーター側に泊まるとうるさいんだ。なるほど。そんなうるさいってほどのうるささじゃ結構迷惑だよね。うるさい感じるっていう音じゃ結構迷惑よね。夜
夜とか寝る時とか特に。ハイアットだったかな、なんかね、昔言ってた気がする。海水を水に変えれるものがあるみたいな。どこだったか本当に全然思い出せないんだけど、そういうの聞いたことあるね。あと軍が持ってるよね。軍が多分アメリカ軍確か。だって台風の時かなんかに、台風の後にフィッシングベースかなんかで水配ってたんだよ。海水を水に変えて、海水を真水に変えて、確かね、あそこの辺で配ってたような気がする。配ってるよって、私は全然言ってないけど、配ってたとしたってね、持って帰ってこれないから、そんなガロン。迷惑よ。迷惑よ。窓開けると爆音。そうなの？全然気づかなかった。あの辺歩いてたけど。窓開けると爆音でちょっとリゾート感失われちゃうじゃん。ねえ。ハイアットのじゃあってことだね。こっちってハイアットに向かって左側の方になんかあるってことだね。そういう機械が何の機械かは分かんないけど、うるさい音が出るものがあるってことだね。困っちゃうね、そうすると。リゾート感を失われるよね。そうらしいよ。だからこんなにひどいとは思わなかった。こんだけアメリカがでっかいのに。ワーストの4つも4つも15位の中に4つも入っちゃってるってどういうことよって。アメリカ広いよ、かなり。サイパンちっちゃいよ、かなり。マウンテン側ねって迷惑よね。海側は北でも海側は北でも聞こえないの？山側だけが聞こえるの、その音が。まあ不思議。海側だと聞こえなくて山側だと聞こえる。何の機械の音なんだろうね。今度見に行ってみよう。何の機械の音なんだろう。水の機械の音かもしれないしね。でももし海水を水にしてたとしたらすごいよね、ハイアットさん。もうないけど。海側でも北でも聞こえないっていうのはちょっと謎だわ。かなり謎な感じだけど、何なんだろう。水気をつけないと。だから超やばい状態だからね。観光客の人をね、酔っ払ったりして水道の水とかパンって飲んじゃったりするとあまりよろしくない状態になるから、お腹痛い状態になるからね、気をつけないと。水だけは気をつけてほしいわ、本当に。昔ね、タイかなんかでね、水に当たったことがあるんでね。水っていうか氷に当たった。氷が入ってて、その氷が多分溶けて当たったんだと思うんだけど、他に
飲んだ覚えがないから、あとペットボトルの水しか飲んだ覚えがないから、その氷、ジュースに入ってた氷に当たったんだと思うんだけど、ほんとえらい目にあったから水で、結構気をつけてもらいたいよね。日本だと本当に普通にね、水道から水飲んでもいい、ね、東京でも飲めるでしょ。東京でも飲めるけど、ちょっとね、サイパンはその4つの井戸があるっていうから、それに当たった日にはね、目も当てらんないから、あまりにも汚いやつは閉じてあるっていうけど、他のとこだってね、同じ地下水が染み込んではいるんだろうから。わし40年前に韓国で水で当たった。やっぱうねさんも当たったりしたことあるのね、水で。辛いよね、結構ね。もう絶対他に当たるものがないもん。なんか考えても他に当たるものがなくて、その時タイ行った時水で当たりましたね。うねさんも韓国じゃ氷じゃないの？氷、ジュースの中の氷。ジュースなんて飲まないか。ジュース飲むぐらいならビール飲んじゃうよね。ちょっとお待ちください。お水飲みます。結構辛いんだからね、水で当たるのもね。40年前ってすごい前だけど、40年前っていつよ。40年前っていつ？80年代ってこと？そうだよね。80年代って海外旅行あったんだって感じだけど、海外旅行そんなに流行ってないっていうか、お金持ちしか行けない時代じゃないの？そんなことない？青唐辛子を爆食いして水を飲んだからどっちなのか。それ両方やばいね。両方やばい状態だね。辛いの平気なんだ。辛いのどっちかって言ったら好きな方なんだね、青唐辛子をパクパク食べるということは。青唐辛子は韓国のとか辛いからね、本当に。その頃はビールダメです。小学生か。そうか、小学生で青唐辛子いっちゃうのもすごいね。青唐辛子パシパシ食べちゃうのもすごいと思う。なんかね、子供の頃ってね、小学生ぐらいの時はコーヒーと辛いものは頭が悪くなるから食べちゃダメなんて言われたりしてたよね。本当なのか、それが本当なのか、よく分かんなかったけどね。分かんなかったけどコーヒーも飲まなかったし、辛いものも食べないでいたんで、辛いものがすごい苦手だったんだけど、平気になりましたね。40年前は海外旅行は周りは行ってないですね。そうでしょう。その頃ってまだ海外旅行に行ける人がこう限られてる時代だよね、多分。約半世紀前だからね。
そういう時期だよね。辛いの食べ過ぎてこんなのになりましたってお姉さんでも辛いのが得意なんだね、きっとね。得意なんだ。いや本当に辛いものが、私はね辛いもの20年ぐらい前まで、いやもっと手前かな、15年ぐらい前まで食べれなかったですね、辛いものが全然。キムチとかも苦手でほんとダメだったんだけど、キムチチゲとか食べるようになって食べれるようになったかな、少しずつ。で今では全然平気かな。まああんまり辛すぎるのも無理だと思うけど、こんなのってうねさんイケメンだから全然 OK だよね。うねさん全然 OK ですよ。40年前っていつよって感じだよね。あんまり海外旅行にそんなに行ってる人はいなかったよね、多分ね。限られた人たちだけが行けた時代じゃないかなと思うんですよね。多分。きっとそう思う。そんな感じですね。なんか調子が悪いですね、これインターネット。携帯までこう途切れ周りは熱海とか箱根、伊豆とか定番だったんだね。そうだねわしは限られた人だのって、そうだと思いますよ、うねさん。その時代ってだって本当にね、そんなに40年前でしょ。そんなにだって海外旅行にまだ出てる人がそんなにいなかったんじゃないのかな。それとも走りの時代かな。いやいや、走りはバブルの頃でしょ、多分。バブルってその後でしょ。40年前はバブルじゃないよね、まだね。今25年、40年前、85年、まだバブルじゃないよね。90年代だもんね、バブルは。確かバブルの走りなの、85年って。 OK グーグル、日本のバブルはバブル期と言われたのはいつだったっけ。1985年とか90年。日本のバブル期は一般的に1986年12月から1991年2月までの期間を指します。1980年代後半から1990年代初頭というバブルの走りだ。具体的には1985年のプラザ合意をきっかけに円高が進み、金融緩和策が取られたことで、その頃はグアム、ハワイ、シンガポール、台湾、ネパール、オーストラリア行きましたよ。ご両親がっていうことだよね。で子供を連れてったってことだよね、その時代だよね。それでいいよね。違う？自分で行ったの？それとも
すごいな。バブルの走りだね。85年って86年の12月から91年2月の間が日本のバブル期って言われた時なんだって。すごいね。プラザ合意があったのが85年なんだ。自分の金じゃないが自分のお金じゃなかったんですね。すごいね。でもその頃バブルの走りですね、今調べるとだからジュリアナ東京とかの時代なんでしょう。ジュリアナ東京はいつから始まったの？ジュリアナ東京は1991年1991年なんだ。日本のバブルが崩壊に向かっていた時期に開業し、その華やかさで一世を風靡しました。しかしバブル崩壊の影響もあって、なるほど。ジュリアナ東京はバブルの終わりだったんだ。パパに連れて行かれました。なるほど。そうなんですね、うなさんね。じゃあご両親がもうバブルの最先端の人だったんだそういうことになるよね、多分。バブルだ。でハワイ6日6泊8日で4人で200万超えるよね。パパ活パパ活なんてそんな言葉もなかった時代だもんね。そんな時代にジュリアナ東京91年なんだ。あれってすごかったもんね。でもあれがバブルの終わりぐらいなのね。なるほど。その後にあれ崩壊していったわけだね。で AI バブルが来たって感じだ。1泊4万円だね。本当にね、すごい時代だね。6泊8日でそれに200万円超えるよね。その当時の200万円って今よりもまたあれだしね。すごいな。その時代にそんないろいろグアム、ハワイ、シンガポールネパールっていうのもすごいよね。ネパールなんてあんまり外交系の人だったのかな、パパがすごい状態だね今もねホテル代は結構上がってるけどね。あれニャニャがうんちしたみたいだね。そんな感じなんですよ。サイパンに来たらちょっと水は気をつけましょう。海外ではどこでもなんだけど1ドルが160円から180円、そんな時期、そんな時代、1980年とか85年そんな時代。戦後がなんだけど320円からスタートしたんだよね。そんでだんだん安定してって1985年とか80、まだそのぐらいしてたんだ。パパがネパールに学校を作ってました。本当かな。すごいよね、そんなこと。
そうなんだ。ネパールってね、なかなかほら観光じゃ行く国ではなかったよね、当時は。今でこそねあるかもしんないけど、昔はそんなね観光で行くような、ところじゃなくて、エベレストに行くんなら別だけど、なかなかね目が向くところではなかったとは思うんだけど、その前は240円。そう本当に、そうだよね、そういう時代あったよね、確かね。多分あったと思われるけど、学校は100万で建てられたから寄付して建てたみたい。そうなの？パパが建てたんだ。すごいね。100万円で建つ時代だったんだ、大体が。それもすごいわ。でも当時の100万円って言ったらすごい金額だと思うからね。また80年代の100万円って大きいよね、多分。今の価値にしたらもっとっていう感じでしょ、きっと。と思われるね。いやーすごいね。親は選べないけどね本当にすごいわ。なるほどね。だからね、海外どこ行っても、ネパールとか行っても水はやばいと思うから、タイでも韓国でも水はやばいと思うし、今の韓国はどうなのかわかんないけど、昔はやばかったよね。でもトイレは木陰で木陰で穴を掘ってするのよ。そうなの。ありっちゃありだろうね。ネパールとか。ネパールはちょっと行ったことないけど、タイとかね、そういうところ、だってサイパンだってちょっと前はそういう状態だったんだと思うんだよね。だから水は気をつけてます。本当だよね。水はね、どこ行っても2本ぐらいだもんね、水はちゃんと飲めるの。でもちょっとね、ちょっとショックだよね。サイパンこんなちっちゃいね島で、こんな小さな島で、アメリカでワースト15位の中に4つも入ってるっていうのもちょっとショックだわ。そんなダメだったのって感じで。だからお水はちょっと気をつけてください、観光客の人ね。酔っ払ってホテルの水とか普通に蛇口からは飲まないようにしてもらいたいですね。お腹壊しちゃうから。だってサイパンだもんっていやサイパンだもんって。アメリカ広いよ。だってアメリカこんな広いのに、だって4つもワーストが入ってるってちょっとショックじゃないですか。こんなのそこまでかって考えなかったよね、今まではね。これまだね、マリアナ・バラエティさんとかに書いてあんのかな。書いてないと思うんだよね。違う新聞記事なんで。そこから拾ってきたやつだから、まだサイパンの人はそこまで悪いかとは思ってないと思うんで、ちょっとみんなね、気をつけなきゃいけないよねって感じなんですよ。ということで、
今日もねちょっとネットの調子がなんかね、さっきから OBS が切断されましたとか何回もちょっと出てるんで、これはまたやばい状況になるんじゃないかと思うので、今日はこの辺で失礼したいと思います。ねさん、サイパンコさん、ストーリーさん、ナバルさんありがとう、いつもありがとうございます。皆さんもね、もしよかったらストーリーさんは初めての人なのかな、もう寝ちゃったかなナバルさんはもうお休みになってるかと思うんですけど、また明日よろしくお願いいたします。ではそれではもしよかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんありがとうございます。またねです。ありがとうございます。それでは失礼いたします。